はい、こんにちは。今回なんですけれども、こちら、ついに発売されましたファイナルの ZE3000 ですね。こちらをレビューしていきたいと思います。この ZE3000 は音質にですね、とても定評がある日本のオーディオメーカーファイナルのブランド初となる音質重視の完全ワイヤレスイヤホンになります。でこのイヤホンはノイキャンとか外音取り込みとかですね、いろんな機能は全然入ってない、とにかく音質を重視したモデルで、価格は1万円台中盤なんですけども、めちゃくちゃ綺麗な音で音楽を楽しむことができます。こちらのですね、ZE3000 はもう発売されて1週間ちょっとですね、経ちまして、しっかりとですね、外出先でも使い込みましたので、その辺のですね、使用感なんかも合わせてレビューをしていきたいと思います。このチャンネルでは完全ワイヤレスイヤホンを中心にレビューや比較動画をアップしていますので、気になる方はチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは行ってみましょう。はい、それではまずはファイナル ZE3000 のスペックや価格からご紹介していきたいと思います。この ZE3000 はノイキャンも外音取り込みもワイヤレス充電にも未対応のモデルとなっています。片耳のイヤホンのみでの使用は可能となってまして、片耳で使用した時はモノラル再生になりますので、片耳だけつけて散歩に行きたいとかそういう方のニーズにも応えられるイヤホンになっています。マルチポイント未対応となってますね。で、Bluetooth のバージョンは 5.2、対応コーデックは SBC-AAC に加えて、aptX やハイレゾ相当の音源も聞くことができる aptX アダプティブにも対応しています。ドライバーなんですけども、このファイナルがですね、この完全ワイヤレスイヤホン用に再設計した F-Core 4 Wireless というですね、ドライバーを搭載していまして、サイズとしては 6mm となっています。充電時間はイヤホン本体が約 1.5 時間、イヤホンケースが約2時間となってますね。で、バッテリー持続時間はイヤホン本体で最大7時間、イヤホンケース併用で最大35時間となっています。カラーバリエーションは今回ご紹介するブラックの他にホワイトが展開されています。イヤホンの防水規格は IPX4、充電ポートは USB-C、保証期間は12ヶ月となっています。価格なんですけども Amazon で 15,800 円という価格帯になっています。スペックだけ見てもですね、いろんな機能なんかは全然入っていませんし、アプリにも対応していないということになっていますので、こちらはですね、ガジェットとしてではなく、イヤホンとして純粋に音楽を楽しむためだけの完全ワイヤレスイヤホンとなっています。まずは付属品から見ていくんですけども、付属品は結構シンプルで、まず説明書類ですね。説明書が入っています。こちらは日本のオーディオメーカーということで、英語なんかも書かれているんですけども、日本語でも14ページにわたってしっかりとですね、書かれていますので、初めて完全ワイヤレスイヤホンをお使いの方にも簡単にお使いいただけると思います。そして安全上の注意の冊子が入っていて、あとはこちらですね、USB-A と USB-C の短いケーブルが入っています。そしてイヤーピースがこのように5サイズ入っています。1サイズは最初からイヤホンについていますね。このイヤーピースなんですけども、ファイナルの完全ワイヤレスイヤホン用のタイプ E というですね、イヤーピースが付属していまして、こちらは単品としてもとても人気で、このイヤーピースに付け替えるって方も結構多いんじゃないでしょうかね。こちらが SS サイズから SM、L、LL までですね、5サイズ入っていますので、耳がですね、とても小さいとか大きいっていう方にも合うですね、イヤーピースが見つかるんじゃないかなと思います。このイヤーピースですね、気が利いてるなって思う部分が、こちら、隣り合う2つのサイズですね。SS と S とか M と L なんかっていう隣り合う2つのサイズのこの軸の色がですね、変えてあって、こんな感じですね。軸の色が変わってるのがわかると思うんですけども、こちらが SS サイズで、こちらが S サイズなんですけども、こんな感じで軸の色がですね、変えてありますので、結構ですね、SS と S とか M と L っていうですね、近いサイズだと見分けにくかったりするんですけども、軸の色が違うので、しっかりとですね、見分けやすいという工夫がされています。付属品自体は至ってシンプルなんですけども、音質重視のモデルということもあって、イヤーピースなんかにかなりこだわりがですね、ある付属品になっています。はい、それでは外観やデザインについて見ていきたいと思います。イヤホンケースの外観はこんな感じになっていまして、手のひらの上に置くとこれぐらいのサイズ感になっていて、とてもですね、握りやすいですね。開発途中でいろんなサイズとか形を試して、ファイナルのメーカーの方たちでいっぱい握ってですね、手にフィットするものを選んだということがあって、本当にですね、かなり握りやすくてですね、気持ちのいい質感になっています。仕事総仕上げというのがされていて、こんな感じでですね、少しでもつぶつぶというか、こういうちょっと高級感のある表面になっていて、材質自体はプラスチックではあるんですけども、こんな感じですね、かなり高級感がある質感になっています。こちらにインジケーターがついていまして、こんな感じで光るんですけども、消灯している時はですね、結構これ本体に紛れちゃって、インジケーターがついているのがわからない感じでですね、なっていまして、目立たないっていうのはとてもいいんじゃないかなと思っています。で、上側に行きますと、このファイナルのですね、ロゴなんかが印字されています。本体色が黒の場合はシルバーで書かれているんですけども、かなりですね、かっこいい感じに仕上がってますね。で、裏側に行くとこちら USB-C の
端子がついていまして、こちらから充電することになります。で、裏側はこんな感じで、この辺の印字がありますね。で、イヤホンケースを開けると、こんな感じでイヤホンが収まっていて、でイヤホンケースとイヤホンのマグネットも確かめていきますが、思いっきり振ってもイヤホンケースのマグネットは外れるって感じがないので、しっかりとですね、強いマグネットがついています。で、イヤホンケースの蓋を開けたまま振ってしまうと、ちょっとですね、強めに振っちゃうとイヤホンは外れてしまうなという感じのマグネットになってますね。イヤホンケース閉じてれば、そのですね、バッグの中でバラバラになっちゃうとか、勝手に開いちゃってるってことはほとんどないんじゃないかなと思います。で、イヤホンを取り出してみると、中はですね、結構プラスチックがある作りになってるかなと思います。イヤホン本体を見てみるとこんな感じですね。イヤホン本体の表面もですね、ケースと同じ感じで脂肪塗装加工がされていて、かなりですね、かっこいいですね。で、この形状なんですけども、ファイナルファンの方にはですね、馴染みがあるような形状になってるんじゃないかなと思いまして、ファイナルの有線イヤホンの A タイプにかなり似ているデザインになってるかなと思います。結構シャープな部分があったりとか、この辺丸みを帯びた部分とかですね、いろいろあったりしてかなりかっこいいんですね。大きさ自体は結構大きめで、あとですね、装着したところをお見せしますが、割とこの大きさ自体は若干大きめのイヤホンになってます。で、こちらにインジケーターがついていて、 ZE3000 には大きい方の面と小さめの面があるんですけども、タッチセンサーがこっちの後ろのですね、小さめの面に搭載されているという感じになっています。横から見るとこんな感じで、結構カクカクしていて、耳に入れた時になんか痛いんじゃないのって見えるかもしれないんですけども、装着してみると全然そんなこともなくてですね、自然にフィットするフィット感になっています。裏から見るとこんな感じですね。 LR の表記とファイナル ZE3000 と印字がされています。イヤーピースを外してみるとこんな感じで、ノズルの先端は通常の丸い形ですので、他のですね、サードパーティー製のイヤーピースにも付け替えることが可能ですね。で、このですね、イヤホンケースについてるインジケーターなんですけども、このインジケーターの光り方が結構ですね、気が利いているなというか、これどういう意味かと言いますと、イヤホンケースにですね、イヤホンをしまうと、イヤホンが充電されるわけなんですけども、イヤホンが充電している時の光り方っていうのがこんな感じでですね、青の点滅で光るんですね。これが青で点滅している時っていうのは、イヤホンケースでイヤホンをですね、充電している時っていう意味になります。で、イヤホンケースを充電しているときはこんな感じでオレンジに光るんですね。なので、このイヤホンケースとイヤホン本体を両方充電しているときは、このオレンジとこの青が交互に光るという感じの光り方になります。で、イヤホンの充電が終わるとオレンジだけで平行に光っていて、仮にもしイヤホンケースの方が先に充電が終わると青の点滅だけになるということで、イヤホンを充電しているのかイヤホンケースを充電しているのかっていうのがとても分かりやすくてですね、あんまりこういうイヤホンケースってないんじゃないかなと思って、このインジケーター一つでその辺のですね、イヤホンケースを充電しているのか、それともイヤホン本体を充電しているのかっていうのが分かりやすいっていうのがいいポイントだなと思いました。それではですね、重量も測定していくんですけども、まずはイヤホンケースにイヤホンを入れた状態の重量となります。41.4g となっています。これでですね、めちゃくちゃ軽いんですよね。他の完全ワイヤレスイヤホンだとやっぱ 50g 台とか、もっと重いものだと 60g 台、70g 台っていうのがあるので、こちらですね、めちゃくちゃ軽くて持った感じもとても軽いなと感じています。イヤホン本体の重量は 9.2g ということで、片耳 4.6g ですね。イヤホン本体もかなりですね、物自体は大きいんですけども軽めのイヤホンになっています。これやっぱ軽いっていうのはとてもいいですよね。耳に負担もかからないですし、持ち運ぶ時もやっぱ少しでもですね、荷物は軽くしたいと思うので、軽いイヤホンっていうのはとてもいいですね。そうしましたら、イヤホンケースのサイズも測っていきます。まずケースの縦は 41.8mm となってます。イヤホンケースの横は 69mm ですね。ケースの厚みが 25.6mm ということで、コンパクトで薄いのでポケットなんかにも全然入りますし、胸ポケットとかですね、そういうところにも十分入るサイズ感になっています。イヤホン本体のサイズも測定していきます。イヤホン本体の縦は 18.6mm、イヤホン本体の横が 22.8mm ぐらいとなってます。本体の厚みが 17.2mm ぐらいとなってますね。一応ノズルもこの辺から測定してみますが、ちょっとアバウトなんで参考程度にしてもらいたいですが、こう測ると 9.1mm ぐらいになってます。このファイナル ZE3000 はメーカー公式にですね、耳の浅い位置で
フィットさせてほしいということで、イヤーピースもデフォルトで L サイズがついていたりとかするので、耳のですね奥の方でフィットさせるものじゃないので、ノズルはですねちょっと短めとなってますかね。はい、そうしましたら装着感について見ていくんですけども、先ほどもご紹介しましたけども、この ZE3000 自体はメーカー公式からですね耳の浅い位置でフィットさせることを推奨されていまして、いつもよりワンランク上のイヤーピースをつけた方がいいよということは言われています。で、もともとついている L サイズなんかをつけて装着してみると、やっぱりですね、耳の奥の方にブスって刺さる感じでなくて、割と浅い位置でフィットしまして、全然耳が痛くなるとかそんな感じもなかったですね。装着したところを横から見てみると、こんな感じに見えます。結構本体のですね、表面積というかサイズ自体は大きいので、耳いっぱいに覆いかぶさるようなですね、そんな感じになります。で、結構重たそうに見えたりとかですね、結構耳が窮屈っぽく見えるんですけども、実際使ってみるとそんなこともなくて、自然な感じでフィットする装着感になっています。で、もう少しですね、小さいイヤーピースをつければ耳の奥の方まで入れることができると思うので、そういうのが好きな方はそういうのもいいと思うんですけども、そうすると若干低音の迫力なんかが上がるかなとは思います。最初についているイヤーピースが L サイズだったんですけども、最初はそのまま使ってたんですが、私の場合は右耳が若干成人男性にしては小さいので、やっぱりワンランクサイズを落として M サイズにするのがちょうどいいかなと思いました。左耳はそのまま L サイズって感じでしたね。普段だと私の場合は左が M で右が M か S っていう感じなんですけども、ちょうどワンランク上のサイズをつけるとちょうどですねいい感じにフィットするという感じでしたね。で、装着したところ前から見るとこんな感じに見えます。こちらですね、正面から見ると結構大きいイヤホンにはなるんですけども、厚みはそんなに分厚いわけではないので、正面から見るとこんな感じでそんなにはみ出てるっていう感じもしなくてですね、ファッションの邪魔なんかにもなりにくいかなと思いました。で、装着するときはですね、このイヤホン本体の裏面のここのですね、面で支えるっていうよりかはなんか点で支えているということになってまして、本体自体は大きくてなんか重そうとかに見えるんですけども、圧迫感なんかもなくて割と軽い装着感になっています。頭なんか振っても全然外れる感じはしませんので、防滴性能もですね IPX4 がついていますので、運動なんかも十分可能な装着感になっているなと感じていて、長時間ですねつけていても全然耳が痛くなるとかそういうことはなかったので、テレワーク中とかですね、カフェとかで長時間作業するなんかっていう時も十分つけられる装着感になってるかなと思いました。で、このイヤホンはノイキャンついていないので、こちらで遮音性についてもちょっとご紹介しておくんですけども、遮音性はですねめちゃくちゃ高いっていう感じではなかったですかね。電車なんかに乗っているとアナウンスの音とかも結構聞こえますし、電車の走行の中も割と聞こえるので、めちゃくちゃ遮音性が高いっていうイヤホンではないなと思います。耳のですね浅い位置でフィットさせてるっていうのもあるのかなと思うんですけども、遮音性を上げたい場合はイヤーピースをですねウレタンのものに変えてみるとか、もう少しですね小さいサイズのイヤーピースにして耳の奥まで入れるっていうことが必要なのかなと思いました。このチャンネルでですね直近ご紹介していた音質重視のモデルでピアフォン5とか手話のエオニックフリーなんかがあったんですけども、その辺に比べるとやっぱ遮音性としてはちょっとこちらは落ちるかなという感じになっていましたね。続きまして肝心の音質についてなんですけども、音質はですねやっぱり音質重視のイヤホンということもあってめちゃくちゃ良かったですね。割とフラット気味でどこかの音域がとても強調されてるってことは全然なくて、その部分だけ見るとフラットっていう表現になると思うんですけども、この ZE3000 のめちゃくちゃ良かったなと思うところは、音の定位感とか音場の広さっていうのがめちゃくちゃ良かったですね。定位感がいいって言ってるイヤホンも結構あるんですけども、そういうイヤホンでもですね、右から鳴ってるとか左から鳴ってるみたいなのはとてもよくわかるんですけども、この ZE3000 はイヤホンでこう聞いていた時の横左右だけではなくて、こう斜め前とかですね、なんか上の方みたいな感じとか後ろの方みたいな感じも伝わってきて、3D のですねオーディオではないのでそういう感じとはまた違うんですけども、そういうですね定位感みたいなのを感じられて、とてもですね音場が広く感じるという感じでしたね。ちょっと音場の広がりがいいから定位感がいいと感じるのか、定位感がいいから音場の広がりがいいって感じるのかちょっとわからないんですけども、そういうですね、空間の表現というかそういうところがとてもいいイヤホンだなと思いました。クラシックとかですねアコースティックな曲なんかでそういうですね音の広がりとかを感じるようなですね、そういう楽曲なんかだとめちゃくちゃ合うなと感じています。それからですね、その他にもとても良かったなと思ったのが、音の立ち上がりがですねとても早いなというのを感じました。これまでですね、音の立ち上がりっていう言葉はですね他のところでですね聞いたことあったんですけども、あんまりよく
分からなかったんですけども、このイヤホン聞くと音の立ち上がりがいいっていうのはですね、こういうことなんだなっていうのがとても分かるイヤホンになってまして、音の立ち上がりってどういうことかというと、音がですね出始めてから最高点に達するまでの時間が早いことを音の立ち上がりがいいっていうということなんですけども、そういうのがですね感じられるなと思ってまして、サビ前のですね B メロからサビに入る時に、ドラムとかベース、ギター、そしてボーカルが一気にですねドンってですね音を出す瞬間ってあると思うんですけども、そういう時に一気にですね音がですねバンと鳴るのがですねめちゃくちゃ迫力を出してまして、この ZE3000 は先ほども言いました通り、どこかの音域を強調されているわけではなくて、低音のアタック感とかめちゃくちゃ強いとかそういうモデルではないので、音の迫力みたいなものっていうのは低音のアタック感が強いモデルに比べれば少なめではあるんですけども、音の立ち上がりが良いことによって迫力なんかもめちゃくちゃ感じることができて、音が一気にですねバンと押し寄せてくる感じの迫力なんかがとてもすごいなと思っていて、こういうの音の立ち上がりがいいっていうんだなっていうのを初めてですね分かったようなイヤホンになっていて、めちゃくちゃですね気持ちよかったですね。一つ一つの音の質っていうのも高くてですね、ドラムなんかを叩いている時の音のですね質感なんかもとても高くて、本当にですね生音を聞いているような感覚に陥る音になっていまして、音のバランスも変にですねイコライザーなんかでいじってるわけではないので、そのアーティストとか、作曲家さんなんかが伝えたい音っていうのをしっかりと表現してくれている素晴らしい音質のイヤホンだなと感じています。どういうジャンルの楽曲が合うかという話になると、やっぱりアコースティックの曲とかシンガーソングライターの曲とかですね、クラシックとかが特に合うかなとは思いますけども、さっきのですね音の立ち上がりの良さとかがあって、ロックとかそういう激しめの曲なんかも十分聴けるイヤホンにはなってるかなと思います。続きまして操作感についてなんですけども、操作はですね先ほども少しご紹介しましたが、タッチセンサー式になっていまして、前側のこの大きい面ではなくて後ろ側のですねこのちょっと小さめの面のこちらがタッチセンサーになっていまして、ここをタップすることで操作することができます。必要な操作は全て行うことができまして、音楽の再生一時停止はもちろん、曲送り曲戻し、それから音量の上げ下げもすることができます。操作はですね結構この大きい面を触っちゃうんじゃないかなっていう感じはするんですけども、別にそんなこともなくて、この小さい面の方もこうやって見ると小さく見えますけども十分大きいですし、間違えてこっちを触っちゃうってことは特になかったですね。この小さい面をタッチセンサーにしたのは、こう持って装着する時なんかに間違えてですねタッチセンサーに触れたりしないように、こっちになったということなんですけども、十分ですね快適な操作は可能です。ただこちらをですね操作した時に音がピッて鳴るんですけども、その反応がですね、若干遅いというかコンマ数秒ぐらい遅れてくるっていう感じでしましたね。こうポンって押してピッてなるのが少し遅いという感じでしたね。もうちょっとですねキビキビ動いてくれた方が個人的には良かったんですけども、そんなにですねめちゃくちゃストレスになるほどでもないですが、若干ですね音がポンピッぐらいの感じで音が鳴るという感じで、もうキビキビと操作するっていう感じではなかったですね。この辺はなんか AG のですね今年発売された小粒と同じような感じの操作感で、操作音も小粒と同じ操作音になっていて、結構甲高い音がする操作音になってましたね。そうしましたらレビューの最後に、通話品質についてもご紹介していきますけども、こちらはですねいつも通り Zoom で録音した音声がありますのでお聞きください。はい、こんにちは。こちらはファイナル ZE3000 とスマホを接続し、PC と Zoom でつないで音声を収録しております。PC 側で音声を収録しておりますので、オンラインミーティングを行うと、このような感じで相手に音声が届くことになります。はい、いかがでしたでしょうか。通話品質はですね、そんなに良くなかったですね。通話は一応できるけども、おまけ程度に思っていた方がいいかなと思います。通話を目的で購入するイヤホンではないなという感じがしていまして、一応ですね、イヤホンしたままですね、電話が鳴ってきたら、取れるように通話もできますよというぐらいに思っておいた方がいいんじゃないかなと思います。ですので、テレワーク中とかですね、オンライン授業なんかで通話をたくさんするからそれで使いたいっていう方だと、もっと他のですね、イヤホンを購入した方がいいんじゃないかなと思いますね。はい、ということで、ここまでファイナル ZE3000 のレビューを行ってきたんですけども、ここからは ZE3000 の気になった部分についてもご紹介していきたいと思います。気になった部分の一つ目なんですけども、まずはこちらですね。AG のですね、小粒の時もそうだったんですけども、このイヤホンケースの裏に、技的のマークとか PSE のマークとかですね、いろいろ印字されているんですけども、こちらは結構目立つかなっていう感じがしましたね。かっこいいイヤホンケースで、このインジケーターなんか結構目立たなくてですね、
前から見るとかなりかっこいいんですけど、後ろひっくり返しちゃうと、この文字とかかなり目立つので、この辺がですね、もうイヤホンケースの中とかに印字してくれたらよかったんですけども、これ中だとダメなんですかね。他のイヤホンだと結構中に印字されているものもあるので、中だったらよかったなって感じですね。ちょっと指でガリガリやってちょっと剥がせないかなってやってみたんですけども、簡単に剥がれる感じではなかったので、もう本当に削ったりなんかしないと、もしこれがですね気になる方は剥がせないかなと思いました。裏なんかそんなにしょっちゅう見るもんではないですけども、ちょっと気になったなっていう感じですね。2つ目はですね、気になった点はこちらですね。イヤホンがですね、これちょっと若干取り出しにくいんですよね。正面からこうやって見ると、このイヤホンがあんまりはみ出てなくて、こうですね、指でつまむ時につまめる部分がちょっと少なくて、ちょっと取り出しにくいなというのがあります。しっかりとですね持てば大丈夫ですけども、イヤホンを取り出そうとするとちょっとですね掴み損ねそうだなとか、一応取ったはいいけど掴んでる部分が少なすぎてポロッと落ちちゃったとかですね、そういうのがありそうだなっていうのでちょっと怖いなっていうのがあるので、もうちょっとですねはみ出てくれててもよかったかなと思いました。それからこうですね、こう取り出そうとすると指がケースの蓋に当たっちゃうっていうのがちょっとですね嫌なポイントだなと思いました。多分これ蓋の部分に圧力がかかっちゃってると思うので、ちょっとこのですねヒンジ部分とかに負担がかかりそうだなっていう感じがしましたね。先ほどもあったイヤホンがもうちょっと上にはみ出てれば力入れなくてもつまめるんでいいんですけども、ちょっとですねこの人差し指もイヤホンケースの蓋に当たっちゃうし取り出しにくいしっていうので、イヤホンケースをですねなるべく小さくするためにこうギリギリになっちゃってるのかなっていう感じはしますけども、若干取り出しにくいなっていうのはありましたね。で最後の気になった点なんですけども、先ほどもご紹介してました通り、通話の性能はですねそんなに高くないので、ビジネスシーンなんかでの通話だとちょっと心もとないなっていう感じはしました。通話なんかだと、同価格帯だと、デノンのですね AHC830NCW なんかは通話性能もっと高いので、そちらもですね音質はですねとてもいいですし、通話性能を重視したいんだったらそちらを購入していただくとかいう方がいいんじゃないかなと思いました。このファイナルの ZE3000 と通話性能は、一応通話もできますねっていう程度に思っておいた方がいいんじゃないかなと思っています。はい、ということで今回はですねファイナルの ZE3000、こちらをですねご紹介してきました。私このチャンネルでですね1万円台の完全ワイヤレスイヤホンのランキングをやった時に、ZE3000 が年内に出ないかもしれないから先にやっちゃおうかなっていうので1万円台のランキング作ってたんですけども、こいつがですねその時に入っていれば音質だけだったらその中でもですね1番としてもいいぐらいめちゃくちゃ綺麗な音質で気持ちがいいですね。家の中とか、会社からの帰り道なんかですね静かなところでアコースティックな曲なんかを聴いているとですねめちゃくちゃ気持ちが良くて、仕事の疲れも吹っ飛ぶようなですねそういう音質をしてまして、めちゃくちゃ快適な音をですね聞かせてくれることができますね。ただそのノイキャンとかがやっぱり入っていない分、外の音っていうのももちろん入ってきますので、普段ですねイヤホンを使うシーンが通勤中の電車やバスのうるさい中で外がですねガヤガヤしているところで使うという方にとっては、そういう部分はちょっと気になるかもしれないですけども、外の音なんか関係ないからいい音で聞ければいいという方にはめちゃくちゃおすすめのイヤホンになっています。でハイレゾソートの音源も聞くことができる aptX アダプティブの対応していますので、それをですね再生できる音源やスマホなんかと一緒に使うことでよりですねいい音楽体験ができると思います。それからこのデザイン性なんかもですねとてもかっこよくて、ケースを握っていったりとか、イヤホンをですね耳につけてるだけで結構テンションが上がるようなデザイン性なんかもかなり魅力ですので、デザインなんかにもこだわりたいという方にもとてもいいんじゃないかなと思っています。はい、ということで今回の動画はここまでとなります。この動画が良かったなと思ったらグッドボタンやチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。このチャンネルでは完全ワイヤレスイヤホンのレビューや比較動画をこれからもアップしていきたいと思っていますので、気になる方はぜひこれからもチェックをお願いします。それから私はブログもやっていまして、ブログの方でも完全ワイヤレスイヤホンのレビューや比較記事をアップしていますので、時間がある時にチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。